ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ワーナーブラザースと DC スタジオが興行収入で再び期待外れの週末を迎えるかもしれないという話題についてよ。現在、ジェームズ・ガンとピーター・サフランによる DC ユニバースリブート作品の最新作であるスーパーガールがすでに振るわない初週末の興行成績に続いて2週目の週末にはさらに大幅な落ち込みが見込まれていて、ハリウッドが大騒ぎになっているの。またアメコミ映画がやらかしとると。スーパーガールって新しく生まれ変わった DC ユニバースのめっちゃ大事な最新作やろ？それが2週目でさらに大暴落しそうってナンバしとっと。ニュースのヘッドラインではスーパーガール公開って華々しくやりよったけん、てっきり大ヒットしとるもんだとばっかり思っとったばい。裏ではそんなボロボロなことになっとるとね。この問題はこれからの DC スタジオの運命を左右するとんでもない大事件なの。今日は映画スーパーガールの2週目の週末興行収入がどれほど悲惨な数字まで落ち込んでいるのか、そして主演のミリー・オールコックの発言をめぐる数々の論争がどのように興行収入に致命的なダメージを与えたのかについて徹底的に解説していくよ。新しく始まったばかりのジェームズ・ガンの新体制なのにいきなり大ピンチやん。いつも通りニュースの表面だけ見とったらわからんようなドロドロした大爆死の裏事情があるわけやね。これはめちゃくちゃ気になるばい。うち、アメコミの細かい設定とかはあんまり詳しくないけど、映画会社が頭抱えて大赤字に震えとる話は大好物やけんね。すみれ、じっくりと教えてちょうだい。それじゃあ、順番に細かく見ていくよ。まず、複数の業界レポートが発表した最新のデータによるとね、このスーパーガールは公開2週目に北米で約1500万ドルの興行収入が見込まれているという予測が出ているの。約1500万ドル？ちょっと待って、それって映画の規模からしたらめちゃくちゃしょぼい数字なんやないの？だって、ハリウッドの超大作アメコミ映画で、しかも全米での2週目の数字でしょ？普通はもっと何千万ドルって稼がなきゃいけないはずばい。そうなの。これがどれくらい深刻な数字かというと、北米での初週末興行収入が3710万ドルだったのよ。そこから計算すると、なんと2週目にして 60% 強の減少になるという予測なの。この大幅な減少によって、ジェームズ・ガンとピーター・サフランによる DC ユニバースリブート作品の最新作である本作の、早くも不安視されている興行成績がそのまま続いていくことになるんだよ。60% 強の減少って、半分以上のお客さんが一気に消え去ったってことやん。初週の3710万ドルって数字自体も大作映画のスタートとしては、ちょっともの足りんくない？でレベルやのに、そこからさらに大暴落して1500万ドルしか稼げん見込みとか、完全に終わっとるばい。坂道を転げ落ちるどころか、崖から真っ逆さまに落ちとるようなもんやんね。確かに、一般的な傾向として、スーパーヒーロー映画は、公開2週目に、興行収入が大幅に減少することが多いのは事実なの。熱狂的なファンが初週の週末に一斉に劇場に詰めかけるから、2週目はどうしても数字が落ちるのがコミック原作映画の特性でもあるんだよね。だけど、今回のスーパーガールを取り巻く状況を考えると、この予測は特に懸念されるべき事態だと言われているの。ヒーロー映画や件、2週目にガクッと落ちるのはいつものことたいっていう言い訳が通用せんくらい状況が特殊でやばいってこと？なんでそんなに心配されとると？それはね、この映画が公開される前に、多くのアナリストたちが予想していた興行収入を、スタートの段階ですでに大きく下回ってしまっていたからなの。最初の、本当に初期の予測ではね、この作品は4000万ドルから5000万ドルのオープニング興行収入が見込まれていたんだよ。最初は、最低でも4000万ドル、調子が良ければ5000万ドルくらいは、スタートダッシュで稼げるやろ、って、プロの人たちから思われとったわけやね。それがどうしてこうなったん？それが、公開日が近づくにつれて、その予想が徐々に段階的に下方修正されていってしまったの。プロのアナリストたちがデータを分析すればするほど、これ思ったよりお客さんが興味持ってないなって気づき始めて、事前の期待値をどんどん下げていったんだよね。公開される前から、これあかんやつや、ってプロに見限られよったんやね。宣伝すればするほど逆にお客さんが離れていくっていう映画会社からしたら一番恐怖のパターンたい。それで最終的な初週の数字がさっき言っとった3710万ドルやったわけやね。そうなの。最終的にスーパーガールは国内での初週興行収入がわずか3710万ドルにとどまってしまったの。
これだけでも当初の最低目標だった4000万ドルにすら届いていないから、スタジオは頭を抱えていたんだけど、さらに追い打ちをかけるように、海外での興行収入も期待を大きく下回る結果になってしまったんだよ。アメリカ国内だけやなくて、世界中のお客さんからも、スーパーガール？別に映画館で見んでよかばい、でスルーされたってことやね。地元でも受けず、海外でも稼げず、まさに四面楚歌体。だからこそ、この2週目の予測が本当に致命的なの。もし、予想通りに2週目の週末興行収入が1500万ドルにとどまってしまったら、この映画は低調なオープニング成績から挽回するために必要な長期にわたる劇場公開の機会をほとんど得られないだろうと言われているの。通常、初週がダメでも、2週目以降にお客さんが粘ってくれれば、映画館も、じゃあ上映期間を延ばそう、ってなるんだけど、ここまで一気に失速すると、上映スクリーンを、どんどん他の人気映画に奪われて、あっという間に、打ち切りの危機を迎えてしまうんだよ。自業自得とはいえ、映画館からも、お前の席ねえから、で追い出されるわけやね。そりゃ相対、映画館だって、ボランティアやナインや兼、お客さんが入らん、ガラガラの映画をずっと流しとくわけにはいかんもんね。でもさ、すみれ。さっき、コミック原作映画なら、60% の減少は珍しくないって言いよったやん。数字の落ち方自体は普通なのに、なんで、今回に限って、そこまで大ダメージになるん？うち、そこがちょっとわからんとよ。それはね、公開2週目の興行収入の落ち込みというのは、その映画の持続力を示す、最も明確な指標の一つだからなの。確かに、コミック原作映画では、2週目に 60% もの減少を記録することは珍しくないよ。だけどね、大ヒットスタートを切った後の減少と、今回のようなケースでは、意味が全く違うんだよ。もし、最初の週末に、すでに期待外れの結果に終わっていた場合、その後の減少によるダメージは、はるかに大きくなるの。ああ、なるほど、そういうことか。例えば、最初の週に1億ドルとか、ものすごい大ヒットを飛ばしとけば、2週目に 60% 減って4000万ドルになっても、まあまあ、元が大きいけん、十分稼げとるね。って言えるばい。でも、今回は、最初の週が、たったの3710万ドルっていう、最初から、貯金が全然ない石品状態やろ？そこから、さらに 60% も削られて1500万ドルになったら、もう会社を維持するお金すら残らんレベルの大惨事になるってことたいね。葵、まさにその通りだよ。ベースの数字が最初から低すぎるから、同じ 60% の減少でも、スタジオが受ける金銭的なダメージの深さが桁違いに深刻なの。こうした期待外れの予測は、業界のアナリストたちが、同映画の劇場公開全体の興行成績に対する期待値を、現在、進行形で引き続き引き下げている中で発表されたものなんだよ。アナリストの人たちも、スーパーガールは、もう救いようがないばい。最終的な売り上げの予想も、もっと下げとこ、で、どんどん、冷酷に電卓を叩き寄るわけやね。夢も希望もありゃ戦隊。で、最終的には、どれくらいまで落ち込むって言われとると？アメリカの有名エンタメ誌であるバラエティの最近の報道によるとね、現在のこの悲惨な傾向がこのまま続いてしまった場合、スーパーガールの最終的な興行収入は国内で約1億ドル、そして全世界を合わせても約2億ドルから2億1000万ドルにとどまる可能性があるというの。世界中ひっくるめてもたったの2億ドルちょっと？いや、普通の感覚からしたら2億ドルって大金やけど、ハリウッドの、しかも DC の超大作ヒーロー映画の世界総売上としては、あまりにも寂しすぎる数字倍。確か、この記事には、制作費のことも書いてあったよね。そうなの。これらの数字は、マーケティング費用、つまり、世界中で CM を流したり、ポスターを貼ったりするための宣伝費を除いた純粋な制作費だけで、約1億7000万ドルとされる大作スーパーヒーロー映画に、通常期待される額を大きく下回るものとなるの。ちょっと待って、頭が痛くなってきたばい。計算させて。作るだけで1億7000万ドルかかっとるっちゃろ？それに、宣伝費が別にかかっとるわけやん。なのに、世界中のチケット売上を全部足しても、2億ドルちょっとにしかならんかもしれないって。これ、映画館側に取り分を半分持っていかれることを考えたら、完全に大赤字やん。売れば売るほど大損しとる状態たい。葵の言う通り、映画の興行収入って、全額が映画会社のポケットに入るわけじゃなくて、映画館と分け合うからね。だから、これまでの業界予測では、ワーナーブラザースは、この映画で、最終的に1億ドルから1億2000万ドル以上の損失を出す可能性があると示唆されていたの。
だけど、現在のあまりの冷え込みっぷりを見て、多くの専門家は、実際には1億2000万ドルどころじゃなくて、もっと大きな損失になると考えているんだよ。1億2000万ドル以上の大赤字？日本円に換算したら何百億円っていう天文学的なお金が宇宙の彼方に消えてなくなったってことたいね。ワーナーのお偉いさんたち、今頃ショックで泡吹いて倒れとるんやない？何のためにリブートしたんだって。だからこそ、このスーパーガールの悲惨な興行成績は、ジェームズ・ガンとピーター・サフランが率いる DC スタジオの長期的な方向性に関する議論を再び激しく巻き起こす可能性が高いと言われているの。新体制の信頼そのものが揺らいでいるんだよ。ここでネット上のコミックファンや映画ファンたちがこの絶望的な数字に対してどんな反応を示しているのかいくつか紹介するとね。みんな絶対ネットで大はしゃぎしながら叩いとるばい。どんなコメントがあるん？ネットユーザーからの反応をいくつか見てみるとね、ジェームズ・ガンなら DC を救ってくれると信じていたのに、最初からこれじゃ先が思いやられる。制作費1億7000万ドルもかけて、初週3710万ドルは言い訳できないレベルの大爆死だね。映画館に行く前に、すでにネットで面白くないっていう口コミが回ってたから、配信に回るまで待つことにした。DC はいつもリブートばかりして、観客を置いてけぼりにしている。今回の結果は当然の報いだと言ったように、ファンからの期待が完全に冷めきっているリアルな声がたくさん上がっているの。ほら見ろ。視聴者やファンは本当に正直たい。新体制で生まれ変わりました。で、ドヤ顔で言われても、中身が伴ってなかったり、事前の宣伝でワクワクせんかったら、誰がわざわざ高いチケット代払って映画館まで行くかって話ばい。配信で十分って思われとる時点で、映画としての価値を失っとるようなもんちゃんね。本当に厳しい状況だよね。しかも、この映画がここまで観客から拒絶されてしまった理由は、単にアメコミ映画への飽きとか、数字の不振だけではないの。実は、公開される前から映画の周辺では、信じられないようなトラブルや大炎上が何度も起きていたんだよ。お、出たばい。うちが一番気になっとる裏側の大炎上エピソードやね。公開前からどんな問題が起きとったと？その映画の運命を決定づけてしまった主演女優の信じられない発言とスタジオを揺るがした最大の論争の核心に触れていくその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからもチャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ続きを話していくよ。実は、公開前、この映画は、キャスティング決定に対するネット上の激しい批判から、主演のミリー・オールコック自身の発言をめぐる反発まで、本当に数々の論争に直面したの。特に、ミリー・オールコックは、プロモーションキャンペーン中に、ファンやキリスト教徒の父親について発言したことで、ものすごい批判を浴びてしまったんだよ。はぁ？ファンとキリスト教徒の父親を怒らせたってこと？ちょっと待って、映画を見に来てくれる一番大事なお客さんであるファンを、プロモーションの最中にわざわざ怒らせるようなこと言ったと？ミリー・オールコックちゃん、ナンバしとっと。自分の映画のチケットを買ってくれる人たちを自分から攻撃するとか、正気の沙汰や半ばい。もちろん、これらの論争が実際のチケット販売にどれほど大きな影響を与えたかを正確にパーセンテージなどで数値化することは不可能なの。だけどね、これらの致命的な論争は、興行収入予測の悪化と、最終的に下方修正された期待値さえも満たせなかった、公開初週末の興行成績と、完全に同時期に発生したんだよ。数値化はできんでも、タイミングがぴったり一致しとるなら、原因はそれしか考えられんばい。なんか、主演の女の子が、ファンのことディスりよるぞ。キリスト教徒の父親をバカにしとるらしいばい。でネットで拡散されて、それを見た人たちが、じゃあこんな映画、絶対に見に行かんわ。でボイコットしたに決まっとるやん。自ら、火の中に飛び込んで自爆したようなもんたい。その結果が、この2週目の週末興行収入が 60% も減少するという最悪の予測につながっているのね。だから、スーパーガールは勢いを増してここから挽回するどころか、むしろ完全に失速しているように見えるんだよ。失速どころか、エンジンが停止して墜落しよるばい。自分を大きく見せようとして、口は災いのもとって言葉を地で言ってしまったわけやね。昔のスターみたいに、ファンへの感謝の気持ちとか、謙虚さを持っとけば、こんなことにはならんかったろうに。最終的な週末興行収入は、劇場が実際の興行収入を正確に報告するまで、本当の数字はわからないの。
だけど、本当に恐ろしいのは、本作の2週目の週末興行収入は、現在の予想である1500万ドルよりも、さらに低くなる可能性があると言われている点なの。1500万ドルすらも維持できんで、もっと下に行くかもしれないと。どんだけ底なし沼なん。というのもね、公開前の数週間、業界の予測では、スーパーガールのオープニング興行収入は、最終的に達成された数字よりも、繰り返し、高いと予想されていたの。さっきも言った通り、公開前には、約4000万ドルから5500万ドルと予測されていたんだけど、実際の国内興行収入は、わずか3710万ドルにとどまったよね。この事前のプロの予測すらも裏切って下回り続けるという最悪の傾向がこのまま続いてしまった場合、現在の約1500万ドルという予測でさえ楽観的すぎたと判明するかもしれないんだよ。ああ、なるほど。今までずっと予測を下回り続けてきたんやから、今回の1500万ドルっていう予想もプロの人たちがワーナーに気を使ってちょっと高めに見積もってくれとるだけかもしれないってことたいね。実際は1000万ドルとか1桁台まで大暴落する可能性だってあるわけや。恐ろしすぎるばい。ネットではこの炎上発言についてみんななんて言いよると？炎上発言をめぐるネットユーザーの反応もかなり辛辣なものが多くて、映画の主役になったからって天狗になりすぎ。ファンを敵に回して成功した映画なんてないよ。キリスト教のアメリカでわざわざその信仰や父親を嘲笑するような発言をするなんてマーケティングの自殺行為だ。ミリー・オールコックは演技は上手いかもしれないけど、プロとしての品格や謙虚さが圧倒的に足りていない。ワーナーは彼女にこれ以上喋らせないように口を塞ぐべきだったね。大爆死は自業自得だっていう風に、彼女の態度に対する非難が集中しているの。そりゃ相対。アメリカって宗教的なことを大事にする人がめちゃくちゃ多い国やん。そこでわざわざキリスト教を小馬鹿にするような発言をしたり、長年アメコミを支えてきたファンを軽視するような態度をとったら、保守的な層から一般のライト層まで全員を敵に回すことになる場合、プロの広報担当者は生きた心地がせんかったろうね。本当に踏んだり蹴ったりの状況だよね。業界のアナリストたちによるとね、このスーパーガールが全ての費用を回収して黒字化するための損益分岐点に達するには最低でも3億7500万ドルの興行収入が必要だと言われているの。3億7500万ドル？日本円で500億円以上稼がんとトントンにすらならんとね。で、今の最終的な売上の予測はどれくらいになっとると？最新の予測ではね、この映画の最終的な興行収入はその額には遠く及ばないと言われているの。今のところ、国内と海外をすべて合わせた最終的な世界興行収入は、たったの3億ドルとしか予測されていないんだよ。しかも、その3億ドルという額に達するかどうかすらも、現時点では全く定かではないの。損益分岐点が3億7500万ドルなのに、最高でも3億ドルしか稼げん予測って、最初から7500万ドル以上の赤字が確定しとるやん。しかも、その3億ドルすら届かんかもしれないって、もう目も当てられん大惨事倍。ジェームズ・ガンの新体制、始まって早々に特大の泥船になってしもうたね。ユニバースをリブートして新しいファンを取り込もうとした結果がこれとか、ハリウッドの歴史に残る大失敗体。本当にそうだね。ただ、映画のシェアユニバースをリブートして新しい設定にしたからといって、観客が自動的に劇場に戻ってくるとは限らないという、ものすごく高額で、そして痛烈な教訓を今回のスーパーガールは改めて示す事例となってしまったの。これから DC スタジオがこの大赤字をどうやって立て直していくのか、本当に厳しい目が向けられることになるよ。映画を面白くすることやファンへのリスペクトを忘れて、主演が調子に乗ってファンを煽り寄ったら、そりゃあ神様からもお客さんからも見捨てられるばい。ミリー・オールコックちゃんもこれで少しは謙虚さを学んでくれたら予感やけどね。これから DC がどうなるか、うちも表面的なニュースだけじゃなくて、裏の数字までしっかり見張っとくけんね。ということで、今日は映画スーパーガールの2週目の週末興行収入の大暴落予測と主演ミリー・オールコックの発言をめぐる論争が招いた大赤字という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。